理解説。あなたの推しは誰？ 20 世紀ヨーロッパ映画界のレジェンド男優ベスト10。ねえマリサ、今日のテーマは何かしら？なんだかいつもより気合が入ってるように見えるけど。おう、よくぞ聞いてくれたなレイム。今回は映画史に燦然と輝く20世紀ヨーロッパ映画界のレジェンド男優ベスト10を私たちで解説していくぜ。ハリウッドスターとは一味も二味も違う。芸術の都が生んだ伊達男たちの祭典だ。わあ、面白そう。でも、ヨーロッパの俳優さんって、正直あまり詳しくないかも。ハリウッドのスターみたいに、世界的に有名な人たちがたくさんいるの？もちろんだぜ。今回紹介するレジェンドたちは、後世への影響力や受賞歴、そして大衆的な人気を総合的に見て選んだガチのランキングなのぜ。彼らの放つ独特のオーラや個性的な魅力は、一度知ったら忘れられないぜ。そうなんだ。ただかっこいいだけじゃない、深い魅力があるんだね。どんな人がランクインしてるのか、すっごく楽しみになってきたわ。皆さんの心に残るヨーロッパの名優は誰ですか？ぜひコメントで教えてくださいね。第10位。リノ・バンチュラ、フランス。さあ、いよいよランキングの発表だぜ。栄えある第10位にランクインしたのは、この男、リノ・バンチュラだ。リノ・バンチュラ。ごめんなさい。ちょっと名前だけだとピンとこないかも。どんな俳優さんなの？そう言うと思ったぜ。だが彼の顔を見れば、ああ、この人か、ってなる映画ファンは多いはずだ。彼はもともとプロレスラーっていう異色の経歴の持ち主でな。1954年の映画、ゲン生に手を出すなで、名将ジャック・ベッケル監督に見出されて映画界入りしたんだ。元プロレスラー。すごい経歴ね。確かに、写真を見ると屈強で、ちょっとこわもてな感じがするわ。その通り、彼は寡黙で不器用、だけど一度仲間だと認めると、命を懸けて守り抜く。そんな、背中で語る男を演じさせたら右に出る者はいないと言われた名優なんだ。特に刑事やギャングを演じた時の存在感と信頼感は抜群だったぜ。なるほど。男が惚れる男。って感じね。代表作というと、どんな作品があるの？アラン・ドロンと共演した1967年の冒険者たちは外せないな。男たちの友情とロマンを描いた傑作だ。他にも、影の軍隊では、レジスタンスのリーダーを演じて、その重厚な魅力を見せつけているぜ。冒険者たちは聞いたことあるわ。アラン・ドロンと並んでも引けを取らない存在感ってことね。すごいわ。だが彼の本当の魅力は、そのこわもての下にある優しさなんだ。実は彼、障害を持って生まれた娘のために、私財を投じて慈善団体、雪割層、ペルスネージュを設立し、その活動に生涯を捧げたんだぜ。そうなのね。映画で見せる武骨なイメージとはまた違う、深い愛情を持った人だったんだ。そのエピソードを聞くと、彼の演技にもっと深みを感じられる気がするわ。ただのスターじゃない、本物のレジェンドね。第9位。ダーク・ボガード、イギリス。続いて第9位の発表だ。ランクインしたのは、知的で大敗的な魅力で観客を虜にしたこの人。イギリスが誇る名優、ダーク・ボガードだぜ。ダーク・ボガード、名前は聞いたことがあるわ。すごく整った顔立ちで、ミステリアスな雰囲気の人よね。その通り、彼は英国のジェームズ・ディーンなんて呼ばれることもあったんだが、そのキャリアは一筋縄ではいかないんだ。実は彼、キャリアの初期はお医者さんシリーズっていう、コメディ映画で絶大な人気を博したアイドルスターだったんだぜ。そうなの。今のイメージからは想像もつかないわ。アイドルからどうやって演技派になったの？ 30代に入ると、彼はそのイメージを打ち破るように、次々と難役に挑んでいくんだ。その転機となったのが、1963年の映画、召使い。彼は屋敷の主人を精神的に支配していく、不気味で盗作した召使いの役を開演して、世界に衝撃を与えたんだ。アイドルスターがそんな役を。すごい覚悟ね。そして彼のキャリアの頂点と言えるのが、1971年のルキノ・ビスコンティ監督作品、ベニス・ニシスだ。彼は、旅先で出会った美少年に心を奪われ、破滅へと向かう老芸術家を演じた。
この映画、なんと彼のセリフはほとんどないんだ。表情や仕草だけで、主人公の苦悩や葛藤、喜びを完璧に表現してみせた。まさに伝説的な名演だぜ。セリフがほとんどないのに、演技で全部を伝えるなんて、鳥肌が立つわ。本当にすごい俳優さんなのね。ああ、しかも彼は俳優業の傍ら、作家としても7冊もの自伝や小説を出版しているんだ。その知性と芸術性で、他の俳優とは一線を画す独自の地位を築いた。ただのハンサム俳優じゃない、真のアーティストだったんだぜ。俳優であり、作家でもあったのね。彼の演じる役に知性や気品が漂っているのは、そういう内面から滲み出るものだったんだわ。彼の他の作品も見てみたくなったわ。第8位、ピーター・オトゥール、アイルランド、イギリス。さあ、どんどん行くぜ。第8位にランクインしたのはこの人。一度見たら忘れられない、吸い込まれるような青い瞳を持つ俳優、ピーター・オプールだ。ピーター・オプール、知ってるわ。アラビアのロレンスの主役の人よね。あの砂漠の映像に映える青い瞳が本当に印象的だったわ。その通り、彼を世界的スターにしたのが、1962年の歴史大作、アラビアのロレンスだ。彼はこの時まだ無名に近かったが主役に大抜擢され、役作りのため2年間アラビアで生活し、ラクダの乗り方をマスターしたという逸話は有名だぜ。2年間も。すごいわね。だからあの役は、ただ演じているだけじゃない。本物の風格とカリスマ性が感じられたのね。ああ、彼はもともとシェイクスピア俳優として舞台で鳴らした実力派でな。その確かな演技力があったからこそ、ロレンスという複雑な人物の内面を完璧に表現できたんだ。そして彼は、映画史上最も不運な俳優の一人とも言われているんだぜ。不運？どういうこと？あんなに成功したのに？彼はアカデミー賞主演男優賞に8回もノミネートされながら、一度も受賞できなかった無冠の帝王なんだ。2003年に名誉賞を贈られたが、本人はまだ現役でオスカーを狙えると一度は辞退しようとした。彼の俳優としてのプライドが感じられるだろ？ 8 回ノミネートで受賞なしはすごいわね。でも名誉賞を辞退しようとするなんて、最後まで現役であることにこだわり続けたのね。かっこいいわ。だろ？私生活では大の酒好きで破天荒な人物でもあったが、それら全てをひっくるめても、スクリーンで彼が放つ圧倒的な存在感とカリスマ性は唯一無二だった。まさに伝説の俳優だぜ。役者としての誇りと、破天荒な生き方。なんだか彼の人生そのものが一本の壮大な映画みたいね。本当に魅力的な人だわ。第7位、ジャンポール・ベルモンド、フランス。さあ、ランキングは佳境に入っていくぜ。第7位は、フランス国民からベベルの愛称で親しまれた。この男、ジャンポール・ベルモンドだ。ベルモンド、アラン・ドロンと並び称される、フランスの二大巨頭よね。でも、ドロンのクールな美しさとはまた違う。親しみやすい笑顔が印象的だわ。いいところに目をつけたな、レイム。端正な美男子のドロンが性の魅力なら、ベルモンドはエネルギッシュな銅の魅力だ。彼の登場はまさに革命的だった。1960年のジャン・リュック・ゴダール監督作、勝手に仕上がれで、彼はそれまでのスターの概念を根底から覆したんだぜ。勝手に仕上がれ。映画史を語る上では絶対に外せない作品よね。具体的に、どんなところがそんなに新しかったの？彼が演じたのは、その日暮らしのチンピラだ。タバコの吸い方一つ、歩き方一つが、これまでの洗練された2枚目スターとは全く違った。その無造作でアナーキーな格好良さが、新しい時代の象徴となって当時の若者たちを熱狂させたんだ。なるほど。完璧なヒーローじゃなくて、ちょっと危なっかしくて、人間味のあるアンチヒーロー的な魅力が、観客の心を掴んだのね。その通り。だが彼の真骨頂は、芸術映画の世界にとどまらなかったことだ。その後、彼はアクションスターとして大成功を収めるんだ。リオの男や恐怖に襲われた街といったエンタメ大作で、彼はなんと危険なスタントをほぼ全て自分でこなしたんだぜ。スタントマンなしで、あの時代の映画で？それは命がけじゃないの。
まさに命がけだ。高層ビルの屋上を走り回り、揺れるロープウェイにぶら下がり、走行中の車から車へ飛び移る。その卓越した身体能力と観客を楽しませるサービス精神で、彼はフランス最高のエンターテイナーになった。芸術性と大衆性、その両方を極めた稀有なスターなんだぜ。すごいわ。アラン・ドロンがここを伸びなら、ベルモンドは誰もが大好きになる太陽みたいな人だったのね。彼の映画を見ると、なんだか元気をもらえそうだわ。第6位、ローレンス・オリビエ、イギリス。ランキングも折り返しだ。第6位は、もはや俳優という枠を超えた伝説。イギリスが生んだ、キング・オブ・アクター。さあローレンス・オリビエだ。ローレンス・オリビエ。名前だけでもすごく偉大な感じがするわ。風と共に去りぬのビビアン・リーの夫だった人よね。そうだ。彼はシェイクスピア俳優として神の域に達したと言われ、現代の名優たちに絶大な影響を与えている。まさに俳優の中の俳優だぜ。舞台の神様なのね。映画の世界ではどんな活躍をしたの？ヒッチコックのレベッカなどでハリウッドスターにもなったが、真骨頂は監督主演したシェイクスピア映画だ。1948年のハムレットでは、英国映画初のアカデミー作品賞と主演男優賞のダブル受賞という歴史的快挙を成し遂げたんだ。主演も監督も、しかもアカデミー賞まで取るなんて、本当にすごい才能。若い頃は2枚目。晩年はマラソンマンで演じたナチスの残党のような、観客に恐怖を植え付ける悪役まで完璧に演じ分けた。役作りのために何日も寝ないできたダスティン・ホフマンに俳優なら、ただ演じたらどうだと言い放った逸話はあまりにも有名だぜ。あの恐ろしい敗者の役が彼だったの。美青年から悪役まで、全く別人みたい。そのエピソードも彼の凄みを物語っているわね。そうだ。美貌、才能、カリスマ、そして圧倒的な技術。20世紀最高の俳優は誰かという問いに彼の名を挙げる専門家は数知れない。まさに伝説の中の伝説なんだぜ。俳優という職業を芸術の域まで高めたのね。さあの称号にふさわしい、納得のランクインだわ。第5位、イブ・モンタン、フランス。いよいよトップ5に突入だ。第5位は、知性と色気、そして哀愁を漂わせるこの男。フランスの国民的スター、イブ・モンタンだ。イブ・モンタン。枯葉を歌っているシャンソン歌手のイメージがすごく強いわ。俳優としてもすごかったのね。その通り、彼は歌手としてキャリアをスタートさせたが、俳優としての功績も絶大だ。シャンソンの名曲、枯葉を世界的に有名にしたのは彼なんだぜ。シャンソン歌手としてすでに大成功していたのに、どうして俳優の道へ？彼の俳優としての才能が時代に求められたからだ。特に1953年の恐怖の報酬は外せない。ニトログリセリンを運ぶトラック運転手の役で、極限のサスペンスを体現し、俳優としての地位を確立したんだ。恐怖の報酬、すごく有名な映画よね。あのハラハラする映画の主役が彼だったんだ。そうだ。そして彼は、政治的なメッセージを込めた社会派作品にも積極的に出演した。Z や告白では、権力と戦う個人の姿を熱演し、ただの2枚目ではない、骨太な信念を持つ俳優だと証明したんだ。歌で愛を歌い上げる一方で、映画では社会の不正と戦っていたのね。すごく多面的な人だわ。ああ、ハリウッドではマリリン・モンローと共演し、恋に落ちたこともあったな。彼の魅力の根底にあるのは、労働者階級出身であることの誇りと、人生の引きこもごもを知る大人の男の深みなんだぜ。歌手で俳優で、恋多き男で、社会派でもある。知れば知るほど魅力的な人ね。彼の歌う枯葉が、もっと深く心に響いてきそうだわ。第4位、ジャン・ギャバン、フランス。いよいよベスト4だ。第4位は、この人を置いてフランス映画は語れない。フランス映画の父とも呼ばれる伝説の俳優、ジャン・ギャバンだ。ジャン・ギャバン、渋くて、どっしり構えた男の中の男って感じの人よね。うちのおじいちゃんが大好きだったわ。そのイメージこそ、彼がフランス国民から絶大な支持を受けた理由だ。彼のキャリアは戦前から始まる。
1937年の望郷ペペルモコで演じた、裏社会に生きるニヒルな男の姿は、当時の観客に強烈な印象を与えたんだ。望郷、名作だって聞いたことがあるわ。どんなところがそんなに魅力的だったの？彼の演じる主人公は、決して立派なヒーローじゃない。むしろ社会の片隅で生きる、孤独と哀愁を背負った男だ。だが、その瞳の奥にある優しさや、寡黙な佇まいから滲み出る人間臭さに、観客は自分たちの姿を重ねて共感したんだぜ。なるほど。完璧じゃないからこそ、心に響くものがあったのね。なんだかすごく人間的な魅力だわ。ああ、そして彼の伝説を決定づけたのが、第二次世界大戦での行動だ。ナチスドイツがフランスを占領すると、彼はハリウッドでの安泰なキャリアを捨て、自由フランス軍の戦車兵として北アフリカ戦線で戦った。まさに愛国者だったんだ。人気俳優の地位を捨てて、自ら戦場へ。すごい。言葉にならないわ。戦後、彼は再びフランス映画界の頂点に返り咲く。若い頃の影のある役柄から一転、現生に手を出す名のボス役やめぐれ警視シリーズなど、円熟味と貫禄のある役で国民的スターの地位を不動のものにした。アラン・ドロンでさえ、彼の前では若造に見えたというぜ。戦前と戦後、全く違う魅力で二度も頂点に立ったのね。彼の人生そのものが、フランスの歴史と共にあるみたい。まさに伝説、納得の順位だわ。第3位、マルチェロ・マストロヤンニ、イタリア。いよいよトップ3だ。第3位にランクインしたのは、ラテンの色男、ラテンラバーの代名詞、イタリアの巨匠フェリーニ監督の分身、マルチェロ・マストロヤンニだぜ。マストロヤンニ、ソフィア・ローレンと共演したひまわりの印象がすごく強いわ。切なくて、ダンディな雰囲気が忘れられない人よね。まさしく、彼のキャリアを語る上で欠かせないのが、イタリアの巨匠フェデリコ・フェリーニ監督との出会いだ。1960年の甘い生活で彼が演じた、大敗的で虚無感を抱えたゴシップ記者の姿は、まさしく時代の象徴だったんだ。甘い生活、トレビの泉のシーンがすごく有名な映画よね。彼はやっぱり、2枚目で色っぽい役が多かったのかしら？世間のイメージはそうだったが、面白いことに、本人はそのラテンラバーというレッテルを嫌っていた。だからこそ、社会派作品やコメディ、さらには特別な一日で同性愛者の役を演じるなど、意図的にイメージを裏切る役に挑戦し続けたんだぜ。なるほど。世間のイメージと戦っていたのね。でも、やっぱり、ひまわりで見せた、戦争に引き裂かれた夫のやるせない表情は本当に見事だったわ。ああ、ひまわりはソフィア・ローレンとの黄金コンビの代表作だが、彼の本質は、完璧なヒーローじゃない、普通の男の戸惑いや弱さを演じさせたら天下一品ということだ。フェリーニの自伝的映画発火2分の1で見せた、スランプ中の映画監督のような、うだつの上がらない情けない男の役こそが絶品なんだ。そうだったのね。強い男じゃなくて、むしろ弱さを抱えた男性を演じるのが上手だったんだ。だからこそ、あの物憂げな表情が、見る人の心に深く残るのかしら。その通りだ。彼はイタリアの伊達男、ダンディズムと、人間の普遍的な弱さや哀愁を同時に体現できた稀有な俳優だ。その気だるさを帯びた唯一無二の存在感は誰にも真似できない。イタリア映画黄金期の象徴。それがマストロヤンニなんだぜ。第2位、アラン・ドロン、フランス。ついにここまで来たぜ。栄光の第2位は、この人のために美男という言葉が生まれたのかもしれない。20世紀が生んだ最高の美貌を持つ俳優。フランスの至宝、アラン・ドロンだ。アラン・ドロン、待ってました。もう、かっこいい男性の代名詞みたいな人よね。彼の名前を聞くだけで、なんだかため息が出ちゃうわ。まさにそうだ。彼の衝撃は、1960年の映画、太陽がいっぱいで世界を駆け巡った。彼は、天使の顔を持つ悪魔を完璧に演じきった。わかるわ。あの映画の彼は、ただ美しいだけじゃなくて、どこか影があって危ういのよね。目が離せなくなるような、危険な魅力があったわ。その通りだ。彼はその美貌に安住することなく、
むしろそのイメージを逆手にとって、孤独で、非情な殺し屋やギャングといった、虚無的な役柄を好んで演じた。特にジャンピエール・メルビル監督と組んだ侍でのトレンチコートに身を包んだ姿は、男の美学の頂点だと言われている。侍での彼は本当にクールだったわ。ほとんど喋らないのに、あの鋭い眼光だけで全てを語っているようだった。日本での人気が絶大だったのも頷けるわね。ああ。その人気は社会現象にまでなったな。日本では特に孤高の美男として神格化された。ビスコンティ監督の若者のすべてや山猫のような文芸大作でも見事な演技を見せたが、やはり彼の本質は、光よりも影、甘さよりも苦さを感じさせるダークヒーローなんだ。彼の人生自体も、恵まれない少年時代を送ったり、いろいろなスキャンダルがあったり、どこか映画の役柄と重なる部分があるわよね。その生い立ちが、彼の演技に深みと説得力を与えていたのかしら。そうだろうな。彼の持つ、誰にも心を開かないような冷たさと、その奥に隠された一瞬の脆さ、そのアンバランスな魅力こそが、世界中のファンを熱狂させた。彼はもはや俳優という存在を超え、一つの現象であり、神話なんだぜ。第1位、チャールズ・チャップリン、イギリス。さあ、ついに来たぜ、栄光の第1位。このランキングの頂点に立つのは、俳優という枠をはるかに超え、映画という芸術そのものを創造し、そして体現した男。喜劇王チャールズ・チャップリンだ。チャップリン、もう、これは誰もが納得の第一位ね。あの山高帽にちょびひげ、ダブダブのズボンとステッキ、姿を思い浮かべるだけで、なんだか笑えてきちゃうわ。ああ。だが彼の真髄は、ただ笑わせるだけじゃない。貧しい放浪者の姿を通して、社会の不条理や人間の哀愁を描き切ったことだ。笑いと涙を融合させたペイソスこそ、彼の発明だったんだぜ。そうよね。街の日のラストシーンなんて、本当に切なくて涙が出ちゃう。でも、見終わった後には不思議と温かい気持ちが心に残る。それがチャップリンの魔法なのね。その通りだ。そして彼は、ただの芸術家で終わらなかった。ナチスを批判した映画、独裁者では、自らの声で世界にメッセージを叩きつけた。あのラストの6分間の演説は、映画史に残る魂の叫びだ。あの演説には本当に魂が震えたわ。自分のキャリアを危険にさらしてでも、世界に伝えたいという強い意志を感じたもの。ああ。だが驚くなかれ。当初、あのラストは演説じゃなかった。戦争が終わり、兵士と人々が手に手を取って踊る、ハッピーエンドになる予定だったんだ。そうなの？どうしてそれを変えたの？チャップリン自身が、これでは独裁者への怒りを表現できないと、台本を変えさせたんだ。当然、スタッフはもう反対。営業担当からは、この演説で売り上げが100万ドル減るからやめてくれとまで言われたそうだぜ。100万ドル、すごい反対ね。それでも彼は、500万ドル減ってもやると言い返し、撮影を断行した。しかも、ヒトラーがパリに入場した。まさにその翌日にな。彼はスターリンのことも危険視していて、演説に含めようとしたくらいだから、その覚悟は本物だ。自分の信念のために、そこまで、貧しい人々の味方であり続け、笑いの力で巨大な権力と戦った。本当に偉大な芸術家なのね。そうだ。だからこそ、彼は国を追われても、決して人間への希望を捨てなかった。彼の作品は時代や国境を超え、今も私たちに生きる力と笑顔を与えてくれる。彼こそが映画の神様なんだぜ。文句なしの、永遠の第一位だ。総評、まとめ。さて、10位から1位まで、伝説の俳優たちを見てきたわけだが、どうだったレイム？まさに壮観だったろ？本当にすごかったわ。ただハンサムとか、演技が上手いってだけじゃないのね。チャップリンみたいに権力と戦ったり、キャバンみたいに国のために戦場へ行ったり、その生き様そのものに、心を揺さぶられたわ。その通りだ。彼らが伝説と呼ばれるのは、スクリーンの中の輝きだけでなく、その背景にある哲学や美学、そして何より人間臭さなんだ。順位はつけたが、
誰もが唯一無二の存在感で、我々の心に深く刻まれている。彼らの映画は、これからも時代を超えて語り継がれていくはずだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。